悔しがらないで、もじもじしないで、おねんねんね。あらまあ、どうして？けどでもわかるけど男の子でしょ。だからね、こっち向いて。かっこいいね。さあ、できたよ、のんのん。素敵、のんのんそっくり。そうムーミンって本当に絵が上手なんだね。じゃあ今度はミーの風船に変えて、ミーそっくりの顔に。もうくたびれちゃった。自分で描けば？何よ、のんのんにだけ描いてあげて。なんでミーには描いてくれないの？エコひいき。もしや僕でよろしかったら。ダメよ、スニーフなんか。ムーミンでなきゃダメ。どうしても描いてくれないなら、よせよ、み描くよ。ミーそっくりでなきゃ承知しないからね。わかってるよ。あ、これ。ちょっと何がおかしいのよ。できたよ、ほら。何よ、この顔。さっきの怒った顔そっくりだよね。悔しいと。あららら。あら。私の風船が。何ものんのんに当たらなくてもいいだろう、みー。あんたがエコひいきするからよ。あんな大きな風船はめったに手に入らないんだからもう。風船が欲しいだけじゃないわ。私の顔が広い空をどこまでもぷかぷか流されていくなんてやだやだやだ。ああ、落ちていくみたい。のんのんはうちで待ってればいいよ。探し出して届けてあげるから。ね。ミーのは僕が探してきてあげるよ。ね。余計なことしないでちょうだい。そんならミーのあの顔が木の枝なんかに引っかかっちゃってさ、いつまでもプカ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 浮いてたってちっとも構わない。いえ、構うもんですか。わかったよ。見つけても拾わないでそのままにしとくよ。もうムーミン行こう。見つかったらそりゃ拾ってきたっていいわよ。あったかい？ない。確かこの辺に落ちたみたいだったけどな。どうしたんだ、メソメソ。見つかったの？おしゃまさん、こんにちは。君、大きな風船見なかった？風船、それですわ。知ってるんだね。黙って、気分が壊れますから。そう、風船。それこそ私の求めていたイメージのようですわ。できました。いかがかしら、こんなし。つぶらに赤い風船のように朝風に膨らむ私の心、悲しく赤い風船のように夕空に弾ける私のとってもいいみたい。よくわからないけど。いい詩になると大抵はよくわからないものですわ。僕たち急ぐからそんじゃね。あら、あなたたち風船を探しに来たのではなかったかしら？いや、でも風船見なかったんでしょ。だから僕たち。風船は知らないけど、よく似たものなら知ってますわ。よく似たもの？そう、あの中。はあ？あれかな？昨日ね、森で拾ってきましたの。あの時はまだふわふわ飛んでたからペットにちょうどいいと思いましたけど、今はほら、すっかり空気が抜けたようですわ。なんだろうこれ。いろいろ考えてみたところ、これはどうやらお化けではないかしら。お化け。まさか。でもね、本人が言ってましたもの。
浜辺に捨てられた白骨がガラガラとなるぞとか、魔法の島で青ざめたお化けがニタニタ笑うとかって。なら本物だよ。パパが教えてくれたんだけどさ、それがお化けの正式な言葉なんだ。いや、どうするの？とにかく縄を解いてやろうよ。お化けの本物なんてめったに会えないんだから、せいぜい歓迎してやんなくちゃ。大丈夫なんだが少し怖いんだもん。気がついたね。お前たちは？僕ムーミン。僕はセリフ。この犬はメソメソって言うんだ。何？さあ、お前たちやがて死ぬ者ども、震え上がるがよい。自分の方が震えてるよ。黙れ黙れ。魔法の島では青ざめたお化けがニタニタ愉快なお化けだね。僕だってちっとも怖くないよ、これ。スニークあんまり笑っちゃ悪いよ。ほら、泣いてる緑色のよ涙。っぽど痛かったんだね。痛いくらいで私が泣くものか。もっと深刻な悩みがあるのだ。どんな悩みなの？子供に話したって仕方がないわよ。いっそ一思いに死んでしまいたいくらいだ。それは無理のようですわ。死んでしまったからお化けになったんでしょ。こんなに泣いてばかりいてはペットには向かない感じ。風船の代わりに持ってってくださらない？さあ、おいでよ。ひどいことなんかしやしないよ。うちへ来て僕のパパに話してごらん。どんな悩みか知らないけど、パパならきっと力になってくれるよ。ね。もちろんお力になりますとも。私昔冒険旅行に出ていた頃、あなた方ご一族とは何度もお付き合いしました。ですから私もうただ懐かしくて怖いなどとはちっとも思いませんから心配なく。それが困るのです。誰かが怖がってくれなくては、本当にびっくりして気絶してくれなくては、私あの世へ帰れませんのです。まあ気絶を、その通り。私はお化けの貴族ですから、仕事の起きても他のお化けより厳しいわけで、一旦こうして現れた以上、誰かが気絶するまで姿を消すことができないのですわ。昔の人々は私を見て気前よくバッタバッタ気絶してくれました。しかし近頃は人の心が干からびたせいか、仕事がやりにくくなって、これで引退しようと思った最後の仕事で完全に失敗。おしゃまさんのことだろう。あの子をびっくりさせるのは相当難しいよ。おかげで私はこのざまです。消えることも帰ることもできず、子供たちにおもちゃにされながら、恥大きさすらいの旅をいつまでも。お気の毒ね。おいでになる前に事情が分かってたら気絶して差し上げたのに。今からでもやってみたらどうかね。今さらびっくりできませんわよ、パパ。事情が分かってるんですもの。しかしだね、いずれにしてもこのお気の毒な方のためにびっくりして差し上げる方法はないもんかな。そうですね。びっくりして差し上げなくては。でもね、僕たちじゃもう無理だよね。パパ、ここは一つご近所の皆さんに手伝っていただいたらどうかしら。優しい方たちですから気持ちよく気絶してくださると思いますよ。なるほど。では今夜スノー君やヘムレンさんをうちへお呼びしよう。一人ずつ時間をずらして来ていただくの。そう、部屋を暗くして、そしてこの方に隠れていてもらって。いきなりスーッと出てもらう。三村姉さんなんかきっとびっくりするよ。それにのんのんと。のんのも呼ぶのパパ。一番気絶してくれそうなのはあの子だからね。さあお化けくん、あの世へ帰って行ける最後のチャンスですぞ。そんな不定気な顔しないで、お化けらしく威厳を保って。こうですか。あんまり怖くしないでね。みんないい人ばっかりなんだから。ではこうか。びっくりできませんな。では怖すぎるんだよ。じゃあ一体どうすればいいんですか。のんのんとスノークだ。来た。いい。なんですか。今晩はよくおいでくださいました。スノークさんはしばらく外でお待ち願います。のんのんさんだけ一足先にまっすぐお入りください。びっくりすることが待っています。
びっくりすることって何かしら、お兄様。わかりませんですな。わざわざ人を招待しておきながら出迎えは犬一匹、おまけにしばらく外で待てとは、はたまたムーミン一家にあるまじき失礼無礼なもん。とにかく私入ってみるわ。まあ、真っ暗。おばあ様、ムーミン。大丈夫かな。大丈夫。キャーッと言ってバタリーって言っちゃってさ。それが心配なんだよ。ムーミンどこなの？あら？あの風船かしら。ムーミンが拾ってくれたのね。よしさ。のんのん触っちゃダメ。あらり。いや、もしかして万が一ひょっとしますと、今のは我が妹のんのんの悲鳴ではありませんですかな。そうなの。てかもうけしからん。ムーミンパパ何ですか。いい年をかっくらってシーツなどかぶっていたずらにも程がありますもんですぞ。さあ脱ぎなさいって。さああ、お恥ずかしい。この方本物だよ。あ、分かってますよ。もちろん本物のムーミンパ。いや、本物のお化け。この子供騙しの陳腐極まる代物がはたお化けのようなお化けだ。ははは。ほんにゅ。びっくりすることが待っています。世界中の蝶々がわしのコレクションに入っておる。めったな虫ではもうわしをびっくりさせることはできん。よく来たの。はい、こんばんは。どこじゃな、わしに見せてくれるその蝶々は。お前たちやがて死ぬのども震えるがよ。やがて死ぬからってあなたをむやみに殺しちゃいかん。根治はまず生きたままを捕まえることじゃ。地獄の犬の遠吠えが真夜中の風に乗って聞こえてくる地獄だ。犬に興味はありませんな。地獄の虫の声ならぜひ聞いてみたいが。浜辺に捨てられた白骨がガラガラなっているのがわからんのか。昆虫に骨などない。だからわしは捨てん。わからんのはあんたじゃ。はい。ごめん。捨てられた白骨がガラ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 になるぞ。何？白骨？それは大事件じゃないか。どこに捨てられておるんじゃ。浜辺だ。なぜそれを早く警察に届けんのかね。君の生命はお化けだ。青ざめたお化けが。本籍地および現住所および職業は。ニタニタ笑っておるのだ。ニタニタ笑ってる場合じゃない。真面目に答えんと警官侮辱および公務執行妨害の容疑で逮捕しますぞ。すいません。くしゅん。今度はいよいよ三村姉さんだね。けどミーが一緒だわ。なんでしょう。ミーも一緒でしたら外に待たせておいてください。ミーだけ外になんで教えないよ、ミーから。腕を回ってよ。ミー？ムーミン、これどういうこと？ちょっとした手違いさ。またダメだったね、パパ。もう諦めるべきですかな。こうなったらパパ、この方の身の振り方がつくまだ。もちろんうちにいていただこう。それはいけませんです。わしもどうかと思いました。わしもじゃ。子供騙しの代物でもお化けはお化けですからね。うちへ泊めたりなんぞしますとどんなたたりがありますことやら。その通りです。まあたたりというのは誤解ですけど、私にはいろいろ変わった癖がありまして、一緒に住む方々にその多少ご迷惑をかけるもんですから。変わった癖と申しますと。例えば昼間は静かでないとよく眠れないとか。それはもううちなどは小さな子供もいませんし、至って静かなもんですわ。それに綺麗好きで食べ物に少しばかりうるさいとか。それも結構ですわ。お申し付けくださればできるだけのおもてなしをいたします。おまけに夜中など気分が良くなってきますと、そこらの品物を動かしてこのちょっぴり音を立てるとか。そのくらいはね、パパ。夜中に寂しくなくてよろしい。だからムーミンパパ、あの世へ返してあげられなかった以上、この方の面倒を見て差し上げるのは私の務めです。今度は嬉し泣きです。
総理、負けるなよ。総理。あれ？こっちおいでよ、ムーミン。どうしたのよ、元気ないわね。うん。わかったわ。あのお化けに苦しめられてんでしょ。だから言ったじゃない。僕はいいんだけど、パパやママがあれじゃいくらなんでもかわいそうだよ。パパ、ミルクでもいかがですか？ありがとう。毒入りだって。これね、あの方がいつの間にか。白書きの趣味がね。申しかねますが、なかなか寝つからないもんで、もう少々声を低めに。わかりましたわ。あいすいません、気をつけます。それだけじゃないんだよ、パパ。そう、向かいの壁から天井から。そんでパパもママも一日中ひそひそこそこそやってんだ。それからご飯の時になるとまた大変。あの方がね、胡椒入りじゃなきゃ食べられないんですって。胡椒が効きすぎてね、お塩が足りないんですって。お砂糖入りじゃ嫌なんですって。これぐらいはまだいいんだ。一番大変なのは真夜中なんだよ。おかげでパパもママもあれから一晩も眠れないでもうフラフラなんだ。お気の毒だわ。なんとかならないかしら。あんなお化け追い出しちゃえばいいのよ。そうだわ。お兄様なら村のみんなに呼びかけていい方法を考えてくださると思うの。というわけで、不詳私がムーミン一家救済連盟兼お化け対策審議会設立準備委員選出会議予備会の、議長を務めることになったのでございまするにしてにですな。議長。所長さん、発言を認めますよ。難しいことはわしにはよくわからんのでありますが、よくわからんことを放っておくからよくわからんので、よくわからんことはよくわからんと言った方が、よくわからんなりにわかるんじゃないかと。何言っとんのかよくわからん。ですからよくわからんって言ってらっしゃるんですわ。議長、それなら要するにじゃな。これじゃいつまでたってもキリがないよね。そうね。要するに誰かがびっくりして気絶すればいいんだね。そうなんだけど。もう村中にお化けのことが分かっちゃって誰もびっくりしてくれないのよ。ただ姿を見せるだけではね。こんなの使ったらどうかな。何それ。街で手に入れたんだ。新発明の4段式びっくり箱さ。へえ、4段式。これをお化けに持たせて相手の足元に投げさせんだ。大抵の人ならびっくりするよ。すごいじゃないの。もらってもいいの？いいとも。ありがとう。よいしょ。どうパパ。とってもいい考えだと思うけど。もう大きな声で話してもいいわよ、ムーミン。あの方お目覚めになったから。おやつはバタートーストでなくてジャムトーストの方が良かったんですって。ねえパパ、どう思うってば。いいとは思うがね、あの方の気持ちとしてはどうかな。あの方の気持ちですって。ジャムはイチゴじゃダメなんですって。リンゴジャムがいいんですって。つまりだ、こんな道具を使って人を脅かすようじゃお化けの恥だ。あの方のようなお化けの貴族にはとても我慢できないことだろうね。だけど4段式ですって言ってみたら案外やるって言うんじゃない？それは言うだろう。恥を忍んで無理にやってのけもするだろう。私たちに悪いと思って私たちのためにね。そこだよムーミン。私はそれが嫌なんだな。パパ。リンゴのジャムでもなくって
コケモモのジャムが良かったんですって。ムーミンパパったらあいつのおかげで迷惑してるんでしょ。いや、迷惑だなんて。お客に多少のわがままを言ってもらうのは主人にとっては嬉しいものさ。そんなものかしら。負け惜しみ言っちゃって。お、いやいや、負け惜しみじゃありませんぞ。また落第。あの方ったらトーストよりパイが良かったんですって。また落第よ。どうしましょう。もう我慢できないわ。お待ちよみ。止めないでよ。ああ、奥さん、私パイと申しましたけども、考えてみますと。ちょっとあんた。みんなが優しいのいいことにして、この態度は何よ。たまには起きておばさんたちを手伝いなさいよ。ミーのせいだぞ。なんてひどいことをしたんだ。大事なうちのお客様に。静かにムーミン。誰かが笑ってる。ほんと、お化けさんの声だわ。笑ってる。見らない。見えないでしょ。ほら、見えない。じゃあ気絶するのは他の人じゃなくても。お化けが自分で気絶してもいいの？なんだ。そんならお安いご用でしたのに。いつでも消してあげるからね。お化けくん、また来なさい。おかげであの世へ帰れます。お世話になりました。皆さん、さようなら。風にキャラクター。のんのんとミーの風船が飛んでく。きっとお化けさんがお土産に持ってったのね。行ってしまったね。行ってしまうとやっぱり寂しいね、パパ。と言いながらも実はほっとしとるんだ、私は。さっきは迷惑じゃないなんて言ったじゃないの。ねえもうこっちも船を浮かべた。そろそろ今日あたりこの葉の船は町へ着くでしょう。